どうもともそやです。前回動画はコロンビアの首都ボゴタおすすめグルメ、ボゴタを旅する人必見の動画で地元民がおすすめする場所を中心に紹介するよ。今回は同じく首都ボゴタ、1日でどれだけおすすめスポットを回ることができるのか、ボゴタの観光地を一つの動画にぎっしりまとめたので最後までよろしくっす。ボゴタ到着4日目、毎日同じズボン履いてます。どうもともさやチャンネルです。毎日同じズボン履くっていうのはしゃあないよな。貧乏バックパッカーというか普通にバックパッカーの宿命ですよね。そんなんどうでもいいんですけど、今回の動画はもう担当特に言います。コロンビア首都ボゴタおすすめスポット紹介。コロンビアのボゴタのおすすめスポットを紹介します。10選ぐらいあります。数えてないんですけど多分ね10個ぐらいピックアップしてるんで、それを一つ一つ紹介していきたいと思います。自分でもうインターネットで調べました。インターネットで調べて宿に到着してからまたね現地人にいろいろ聞いたりして、自分が取得したところを場所とか全てね考えて1日で全て回りたいと思います。遠いところはさすがに厳しいです。タクシーとかはもう使いません。この公共交通機関トランスミレニオはもしかしたら使うかもしれません。ケーブルカーももしかしたら使うかもしれません。基本徒歩で1日で回れる範囲で紹介していきたいと思います。皆さんにとってはそこベタすぎるやろとか、いやそこはしょぼすぎるやろとか思うかもしれないですけど、僕の動画を最後まで全部見てその中から実際に行く人はピックアップしてもらえたらと思います。ほんまに簡単にこの教会ちょっとね見栄えが綺麗なみたいな感じで紹介するところもあるんで、そういうところも含めて全てね10選以上紹介していきたいと思います。ではいざ参る。まず早速1つ目の観光スポットはくるりと回転してバジリカ教会日がまですね立ち上がります。こんな感じですね。鳩も興味津々でねこのイグレシアね見に来てますわ。イグレシアでバジリカっていう名前かどうかわからんけど、もうねバジリカ教会ですね。神々しい。でこの場所ね日によっては夜とかにコンサートとかもしたりしてるんですよ。中心部からはね北側の部分です。ワンちゃんがこっちを見ています。こんな感じの内部の様子ですね。ワンちゃん寝た。サクサクいきましょう。いろんなとこ紹介するんでね、動画もねめっちゃ多分長くなると思うんで、もう個人的にはね編集大変なんで、どんだけ長くても25分には収めたいな、そんな感じですね。サクッと終わらせて所要時間5分、そんな感じ。ちなみにこれプチ情報なんですけど、教会の周りには金くれ小じとかホームレスがちょいちょいおるんでね気をつけた方がいいです。多分教会から出てくる人にディオスアユーダメみたいな、神様助けてみたいな感じで言ってお金せがんでくるんだと思いますね。観光するんだったら多分日曜日おすすめっすよ。人はたくさんおるかもしれんけど多分美術館とか無料になると思うんでおすすめかな。あえて日曜日を選んだ。次ね第2のスポットはこんな感じのね不老者がいないような金持ちがね集まりそうな場所をだんだんね上にへと登っていくよ。なんか怖っ。今にも倒れてきそうなビルやな。何かが落ちてきそうなビル。ボゴタとはまた一風違う場所。これどこ向かってるん、なんか自分でもわからんようになってきたわ。しんど。丘の上はこんな感じの雰囲気ですね。疲れたので朝ごはんにタマーレスという食べ物を購入したよ。こういう感じのシチュエーションで今ね食べてます。あそこでタマーレスを買った6000コロンビアペソですね。こんな感じの料理。トウモロコシの粉をすりつぶして肉とかを詰めたような感じの料理かな。すんげえ肉のゴロゴロ感が半端ない。これはごついぞ。ポケモンのゴロン並みにゴロゴロしてるわ。ほんまにごつすぎる。これラテンアメリカあるあるですよね。飯食ってたら目の前で犬が座り出す。ちょっと食い物をあげただけで犬がねついてきよる。桃太郎みたいな感じになっていくかもしれんこれから。¿Cuál fruta como más popular en Colombia? こんな感じでいろいろねおっちゃんに教えてもらいながら歩いてますこんな感じね。いつの間にかなんかいろいろと案内してもらってます。こんな感じで
ちょっとね後でね事情は説明しますわ。いろいろおっちゃんがまさかのねお水買ってくれました。ムチョグラシアスムチョグラシアスサルムチョグラシアス。ここがベネズエラ人のなんか集落らしい。さっきずっとね散歩してた場所ですぐ近くにこんな感じでなんか贅沢な建物がある。ちょっとお金持ちの人が住んでるって感じかな。でこっからがちょっとね景色を見ることができる場所らしい。Sí, muchas gracias. Sí, adiós. Muchas gracias. Gracias por enseñar. いややっちまったね。1日という限られた時間の中で貴重なね1時間半を使ってしまった。ミスった。第2のスポットはちょっとね隠れた穴場的なセロデラクルツっていうグアテマラのアンティグアの丘の上とかグアテマラのケツァルテナンゴの丘の上とかそういう感じの丘の上から景色を一望できるところがあって、で十字架が立ってるような感じの場所、そこ行こうと思ってたんですよ、隠れた穴場紹介として。ただでもなんか閉まってるというか閉まってる人もおれば開いてるっていう人もおるし、ただ全員口を揃えて言うことがマジでやめとけみたいな、ほんまに危ない危険やからみたいな、たくさんのなんか泥棒とかそういう強盗が潜んでるから絶対にやめとけって全員が言うたんで、さすがに引き返す言われたんでもう引き返してきましたわ。でなんか僕が行ったところがまさかのベネズエラ人の集落だって、なんかほぼほぼみんながベネズエラ人で、もうなんかせっかく行ったんだったらと思っておっちゃんにちょっと案内してよって言って案内してもらいました。案内してもらったらまさかの水買ってもらったし、すんごいほんま優しいわ。そんな感じの場所でしたね。しかもまあ雰囲気があってちょっとなんかピリついてるというか、まあちょっとスラムチックな感じの雰囲気もあったんでね、まああんまり近づかない方がいいかもしれないです。ただベネズエラ人集落のすぐ隣になんかこのお金持ちが住んでるような住宅街があったり、すぐ隣に大学があったりするんですよ。なんでそういう景色見れただけでも自分にとっては良かったかなと思いましたね。まあそんな感じですって感じで今ね歩いて来た道を降りてますね。めっちゃしんどい。貴重な時間と体力無駄にしたけどこの経験はね一生心に残るよ。いいこと言うた。前の女の子のお尻を見ながらずっと歩いてます。これからまだまだ回るんで体力温存のためとか今から行く場所への距離とか考えたらマジでバスとかを使うべきだと思うけど、もうあえてね歩いていきます。このお化け屋敷みたいな家夜に見たら結構迫力あるよ。ほんまにお化け屋敷みたいやから。なんかちょっと単発の一行みたいな人がおる。すごい建築やな。目がチカチカする。多分40分ぐらい歩いたのかな。まあとにかく到着してよかった。疲れた。ほんでさっきのもうブラジル人集落の場所もこれ第2スポットにさせてください。ずるいか。第2スポット行けんかったけどもうあれ第2スポットとする時間たくさん使ったんで。で次第3のスポットなんですけど、第3のスポットはムセオナショナルですね。コロンビアボゴタの国立美術館です。ここ今日日曜日、毎月最終の日曜日かどうかは分からんけど一応外国人も無料で入れるんですよ。ってことでエントラール。外観はこんな感じ。いい感じですね。でラテンの音楽がね周りでは流れてるよ。向こうではダンスしてる人もおるかな。はい、間違いなく無料でした。なんかコロンビアのかどうかね聞かれたけど、どう見てもね僕の顔コロンビア人なわけないやん。とりあえずね入り口入って2秒でこのねセクシーな感じ、あっちにもセクシーな感じ、セクシー。これ入って2秒です。そして進んで3秒でまたさらにセクシー。こんな感じ。こんな感じで歴史の勉強をしながら遊ぶこともできます。子供が遊んでるよ。ああいう絵画だけじゃなくてこういう作品とか、まあ歴史感じるああいう作品とかも展示されていますね。とりあえず広すぎるんでもうパッパ見ていかなあかん。こんなスペイン語とか読みよる暇がない。並んでまで中に入る価値があるのかどうかがわからない。とりあえず広すぎるんでちょっとねあっち行ってみよう。どっから進んでいったらいいかわからん。これは何？積み木でなんかもう自分で宮殿作ってくださいみたいな感じ。正直何がすごいかわからん。最初は強力な壺を思い浮かべたけどなんかだんだん見ていると剥きたてのおちん。まあこの部屋は見た感じねなんか綺麗には見えるな。暇な人は一旦停止して遊んでみてね。5秒くれてやろう。12345。
ああこれは面白い。今まで見てきたコーナーの中で一番面白いかもしれない。いろんな髪型が飾ってある。面白いな。しかも全部女性。それにしても広すぎるの一言に尽きる。マジでいろんな部屋がある。マジで迷路。とにかくコロンビアのね、大昔から現代に至るまでの歴史についていろんなフロアで紹介されてますね。いろんな面でもうね、いろいろ紹介されてますわ。 x ジャパンの YOSHIKI 呼んできて。最初鏡かと思ったらめっちゃ向こうまで続いてる。絶対中でやってるやろ。誰かやってるって。だってすぐ近くで飾られてあるんがこれやもん。これあれやん、あれやん。まさかの首なし法一。ちなみにコロンビアでこのぽっちゃりの絵を描くことで有名な人がボテロさん。ボテロさん。ああ終わった。まあ本音で言うと解放された感が半端ない。マジでとにかく広かったな。マジで所要時間1時間ぐらいかな。ただこれほんまにちゃんとねスペイン語理解してちゃんとね回ったら1時間で済まん。多分3時間半ぐらいかかるんちゃうかな。気になったら結構立ち止まってちょっとね自分で考えて読んでみたりとかそういうのするんですけど、もうほぼほぼせんかったんですよ。とにかく広すぎるから、これ進まんわと思ってもうパッパパパパパパパ見て終わりましたね。いろんな形でコロンビアの歴史を表現してるって感じ。絵ばっかりとかだって飽きるじゃないですか。展示物ばっかりで飽きるじゃないですか。そういう飽きさせないための工夫としてゲームチックな感じにしたりとか、そういう工夫もありましたね。まあ面白い美術館です。なかなか来る価値はありますね。いや別にコロンビア人女性のために開けてるわけじゃないですよ。コロンビア人女性が偶然横に座ってきてなんか話できるかなとかそういうのを考えてないですよ。はい、第3のスポット近づきました。お、セルベーサ売ってる。こんな感じ。青空マーケットがちょっとずつ広がってる感じやな。いやー、第3のスポットは展望台ですね。ここで360度ボゴタの景色を見渡すよ。いや誰も人並んでない。こんだけ日曜日人おるのにまさかまさかやな。ちなみにチケットは外国人3万ペソでした。まあコーヒーついての3万ペソなんでいいんじゃないでしょうか。あと日曜日は夕方までなんで気をつけた方がいいです。とりあえず46階に到着してから階段を2階ぐらい上がって48階に行く。ブエナスアレです。しんど。手首にこれつけてくれてコーヒーチケットだけ剥がされて、この場所でチケットとコーヒーかお茶を交換することができる。今回はコーヒーじゃなくてマラクヤのお茶にしました。めっちゃ美味しいフルーティー。そんでもって景色がこんな感じで広がるよ。景色が広がるよ。こんな感じで一応スペイン語で説明もしてくれますね。この黄色のラインを越えたらあかん。マジでこう見たらコロンビアの首都ボゴタほんまに近代的。マジで南アメリカ大陸のアテネと呼ばれているのがねなんとなくわかる気がするわ。見えるかな、この位置下。こうやって一直線にセントロに向かって青空マーケットがずっと広がっている。ちょっと進んでめちゃめちゃ説明してちょっと進んでめちゃめちゃ説明しの繰り返しで結構ね待たなあかんというか、もう自由にもう説明聞きたくなかったら別に自由に進んでもいいかもしれんけど、ほんまに丁寧に説明してるわ。この黒の柵がまあまあうざいな。まあこうしたらカメラで映すことができる。ツアーガイドみたいな人がずっとね説明してくれてるんですけど、ちょっと進んで15分ぐらい説明するんですよ。ちょっと進んで15分ぐらい説明してちょっと進んで15分ぐらい説明しての繰り返し。マジ喋りすぎ。たまにこんな感じでミラドール360と書かれてあるこういうのがあって、ここからだったら自由にね見ることができる。一つの場所で15分以上話してるわ。ガイドの人がもうペチャクチャねずっと喋るから、あ殺せよ発見。もうね小さい子供も飽きてしまってゲームしてもうてるやん。あかん。所要時間1時間20分。もう強制的にねちょっと帰らせてもらった。さすがにめちゃめちゃ時間食う。なぜなら
ガイドの人がほんまにさっきから何度も言ってるけど、ちょっと住んで15分喋ってちょっと住んで15分喋ってってなかなか終わらないんですよ。普通の観光だったら多分あれね15分でさってね周りね見終わるレベル、20分ぐらいかな。けどあまりにもゆっくりゆっくりね進んで喋ってるんで、所要時間ねもうまともにガイドの話聞いてたらほんまに所要時間ねたくさん必要です。こんな感じでね路上でねたくさん物を販売してます。こうやってね歩いてこれを見ながらサボテン持ってるセントロの方に進んでいくよ。中心街に行ったら今度はまたねカフェとか教会とか美術館とかそういうのがまたいっぱいあるかな。広場とか、これ自転車専用の道路だったかもしれん。なんかあんまり清潔感はないけどちょっとなんかオールディーっていうんかな、ヴィンテージな感じのいい雰囲気の服とかがたまにちょいちょいあるんやけど、まあでも今はいらんかな。ベネズエラ人の集落と展望台でだいぶ時間消費したんで、今現在ね2時半なんですよ。昼飯も食べなあかんし忙しい。日本の盆栽かな、盆栽も売ってあるよ。サボテンもこっちをこう見るとチェスをしている人たち。例えばやけどこのねザラのいい感じのダウンジャケット新クンテミルなんで日本円で1700円ぐらいなんですよ。超お得じゃない。はい、次ね5つ目のスポット来ました。こちらです。この教会イグレシア・デラ・ニエベっていうらしいです。名前わからなかったんでねその辺にいる人に来ました。こんな感じでね目の前ではいろいろね物売っている人たちがおる。ちょっと見てみましょうか。エンジとクリーム色ベースの教会、上には時計がついてる。まあいい感じに綺麗かな。てんてんてんって感じ。まあね中にね今日は入ることができないんで、ぶっちゃけた所要時間これ見るだけなんでね2分です。以上。伝わるかな。みんなこんな感じで大騒ぎしてる。雨降ってきた。しかもかなりの大粒の雨。あれやな、雨男やわ俺以外のみんな。次6つ目ここですね。ムセオデルオロ。あれてか並びすぎちゃうか。これ並ぶん嫌やな。まあせっかく雨なんでね室内で楽しめることを今やりたいと思う。グラティスという言葉が一番好きやわスペイン語で。これでね無料でね入れました。4回までだったらまあギリギリ我慢できるんよ。ただ4回3回2回1回ってきてマイナス1回マイナス2回マイナス3回とある。何これ。ちなみにこの美術館はムセオデルオロって言って直訳するとまあ黄金美術館って言うんですよ。なんでこんな感じのね金とか銀とか銅とかそういうのがたくさんね展示されています。これはなんだろう、黄金の歴史なんかな。コロンビアの紀元前あれやな、よく図鑑とかで見る海底から生えている生物、名前わからんけどあれに見えるよな。僕が好きなのは黄金じゃないんよ、金なんよ。金は好きやで。ただ黄金ってやってくるとまた違う。金は好きなんやけどな。金節約することとか金貯めることとか金使うこととか。はいどっこいしょからのどっこいしょ。国騎士ガイア竜騎士ガイアときて強欲な壺騎士ガイア。ドラえもんが使ってる鈴発見。もはやここまで来たら全部ね同じ作品に見えてきます。色が同じなんでもうなんか全部同じ。コロンビア人女性の博物館入場料2500円とかにした方が絶対儲かるってこれ、いろんなコロンビア人女性を飾るみたいなね、絶対そっちの方が儲かる。絶対行くし日本人男性全員。何が楽しいんですか。みんな楽しそうやけどマジで落ちそうになった。これいつも通りガラス張りだろうと思ってこうやってね足踏もうと思ったら全然ガラスとかなかった中にねすってんころで落ちそうになったわ。危ない危ない。お土産屋さんもなかなかねなんか美しいですね。こう見たらまあ無料だったら別に全然ねと思います。無料じゃない日でもたかがね5000コロンビアペソ程度なんで全然安いもんすよ。僕にとってはちょっと退屈かな。まあただね黄金とかそういうのに興味ある人は行ってみたらいいと思います。はい次イグレシアでサンフランシスコ教会。サンフランシスコ教会と銀行と
黄金博物館に囲まれてるのがここサンタンデル公園ですね。ここがイグレシア・デラ・ベラクルス教会。現在3時8分。なんかもうコロンビアの首都ボゴタ、コロンビアの一番の中心街に来たって感じやな、この場所。はい、この角度からイグラシアでサンフランシスコ教会。扉が緑色で、壁には落書きがされている。教会に落書きすな、それだけ言いたいのは。7つ目のスポット、サンフランシスコ教会。でかいやないかい。鳩と一緒に写真を撮る人たち。はい、8つ目はこの大きな広場、プラザボリーバルです。こんな感じ。こういうとこではね、皆さんスリに気をつけてくださいね。で、プラザボリーバルを囲むようにこういうね大聖堂があったり、ああいうね宮殿があったりとか市役所があったりとかしてますね。まあ人間と鳩が共存する場所といっても過言ではないかな。あの銅像は南米解放の英雄ボリバル、シモン・ボリバルですね。シモン・ボリバルの銅像が建てられていることによってコロンビアのね独立の歴史を感じることができる場所でもあります。もうちょいねボリバル広場で浸りたい気持ちはあるんですけど、ちょっとねお昼ご飯食べてないんでお腹減ってるんで、早いけどちょっと去りたいと思います。所要時間だいたい15分ぐらいかな。写真撮ってのんびりして教会ちょっと眺めてみたいな感じ。ベネズエラ料理かどうかわからんけど、今ちょっとねこれ食べさせてもらいました。味見させてもらいました。チーズケーキというかプリンのような味ですね。soy de Japón. Sí, eres venezolano. colombiano. 次は現地人に教えてもらったレストラン紹介したいと思います。レストランなんで値段はねちょっと高いんで、正直僕的にはあんまり行くようなお店じゃないんですけど、基本的にストリートフードとかそう安く抑えるんで行かんけど、ちょっとねレストランとかそういうのも味わってみたいなと思って、で現地人もおすすめしてるし、ちょっと紹介もしてみたいなと思ってちょっと行ってみます。現地人がねすごい美味しいって言ってるんで信頼性はあると思いますよ。結構並んでますわ。日曜日やからかな。レストラン的に言うとこのレストランはほんまに美味しかったです。前回動画首都ボゴタのおすすめグルメ動画にて説明しているので、ぜひねチェックしてもらえたらと思います。人生で一番美味しいブドウジュースだったわ。あれを紛れもなく人生で一番美味しいブドウジュースと人生で一番美味しいアボカドを食べた。アボカドもめちゃめちゃでかかったし、ほらコメサスイエーイそんな感じですね。コロンビア人ノリですね。またあっちにもムセオがある。美術館、もう美術館ばっかりってで 200m 進むとまたムセオがある。美術館ばっかりって言いながらここは入るよ。ムセオボテロ。ここはねグラティスなんで無料なんで入りたいと思います。でこう見たら向こうにアルパカがおる。入ったよ。こんな感じの絵ですね。ふくよかな絵がたくさんあるよ。ボテロ美術館についてちょっとね簡単に説明するんですけど、まずメデジン出身のボテロさんっていうのがいるんですよ。そのボテロさんが作る作品っていうのはなんかあらゆるもの、楽器とか食べ物とか乗り物とかあらゆるものをちょっとねふくよかにぽっちゃりに表現させてしまう人なんですよね。その人の展示物がね多く飾られているのがこのねボテロ美術館ですね。ムセオでボテロで、そのボテロさんの作品だけではなくてピカソとかモネとかダリとかそういう有名な人の作品とかもちょこちょこ飾られてるような無料で見れることができる美術館です。無料っていうのが嬉しいですよね。無料じゃなかったら多分気づかなかったかもしれない僕は。いやそんなことないか。たとえなんかもう1000円でも2000円でも3000円でも俺は払ってくるよ。ちなみにこれがサルバドール・ダリさんの作品ですね。なんかほぼほぼの作品がぽっちゃりなんで、今日入ったね美術館の中で一番ここが面白いかもしれない。全然ね見ててね飽きん。一つ一つの作品をじっくり見ることができる。面白いわこれ。なんかようわからんけどいろんな建物、今度はムセオカーサデモネだ。いろんな場所がくっついてるんで、もう自分がどこにおるかわけわからんようになってきた。ボテロ美術館だけかと思ったら違う美術館もね併設してるし、
マジで広すぎてわけわからんし、もう美術館恐怖症になりそうやわ。もう美術館ええって、もう外出よう。はい、10個目紹介する場所はテンプロ・デラ・カンデラリア。まあカンデラリア教会みたいな感じかな、日本語で言ったら。クリームベースの色、こんな感じの教会全体像、こんな感じ、なかなか美しいね。ちょっと古びた感じがいいですね、ところどころある。ちなみにボテロ美術館の所要時間約40分ぐらいで、さっきの教会のね所要時間は外見見て中ちょろっと見ただけなんで約3分。うわーすげえ、またおしゃれなところ歩いてるわ。ほんまコロンビアのボータおしゃれよな。いろんなアクセサリーとかも売ってるし、いろんな美術的な作品とかもあるし、街並みも綺麗し、南米のアテネと呼ばれています。11番目の場所はプラザチョロ・デ・ケベードという場所。この場所ではね、いろんなものがねもう販売されてて、老若男女問わずいろんな人がいますわ。あっちにはバーとかもあるし、レストランだけなくてお酒も飲めるし、いろんなアクセサリーも売られてるし、まあそういう場所ですね。若者がほんまに大好きそうな場所と言っても過言ではない。こんな道を歩いていくよ。雰囲気最高やな、マジで。マジでただのね酒飲みが集まる場所と言っても過言ではない。扉からね出てくる海鮮の匂いとかエビの匂いとかめちゃめちゃ香ばしいな。でこんな感じでいろいろね試飲させてくれるよ。Bebida fermentada de maíz con panela. あ、マイス Maíz. こもアルコール。Es. うーい、雨の日にちょうどいいね。おしゃれスポット、インスタ映えスポット。こういう天井に傘が吊るされてる観光スポット、世界中いろんなところにあるよな。いろんな場所で見てきたわ、この上に傘が吊るされている感じの雰囲気。まさかの今度は傘じゃなくてカゴが吊るされている通りもなかなか珍しいね。宇宙人発見。やってきました。これが今日最後のね多分紹介になると思います。12のスポットかな。アルパカさんこんにちは。こっち、うわー締め切ってる、もしかして。いやこっちか。コロンビアバージョン安室奈美恵についていきます。こんな感じ、こんな感じ。安室奈美恵ほんま綺麗だったわ。てか寒いんすけど、マジでボゴタに住んでいる人みんなボゴタは寒いっていう。とりあえず寒い。ボゴタは世界中で見ても結構ねトップ3に入るくらい標高が高い都市って言われてるんですよ。エクアドルのキトも標高高いけど、ボゴタも同じぐらい標高が高い。2600メートルぐらいなんかな。でさらにケーブルカーで上に上がってるんで、もう一つ今標高高いんですよ。ただ僕ねメキシコでずっとね住んでるんでね、標高高いところには慣れてないな慣れてない、全然慣れきれてない慣れきれてない。まあ上にね到着するまでもうちょっと喋るんですけど、モンセラーテはキリスト教信者にとっても神聖な場所として結構崇められているらしいです。さあこの中には何がある？みんな何を見ている？はい、まさかの金でした。こういうの嫌いなんよマジで。さっきねチケット代ね、リフトのチケット代払ったのにトイレ行くにはもう一回お金を払わないといけません。1000ペソです。コリブリ、まさかのコリブリ、幸せを呼ぶ鳥と言われているコリブリ。ちなみに現在ね夕方の5時40分です。僕は夕日の景色も見たいし夜景も見たいんで、この時間帯にあえてね設定してきました。どう思います？賢いと思いませんか？まあ昼の1時ぐらいまでに来たらケーブルカー乗らずに無料で歩いて登れるんで、お昼にここに来て景色を見て夜景はさっき紹介した展望台で見るっていう作戦もあると思いますよ。来た、マジ景色いいっすね。ボゴタの街並みがねこの場所で全部見えますわ。このモンセラーテの丘ってこのコロンビア首都のボゴタの中ではかなり王道な観光スポットなんですよ。すごいね景色が良くて涼しくて、
まあケーブルカー使わんかったら無料で来れるし、かなりおすすめの場所。ある程度ね、一旦写真撮影とか動画撮影良かったんで、夜景に移り変わるまでちょっとね、向こうにまだね出店とかいろいろあるんで、そっちちょっと行ってみたいと思います。いろんな人にね写真とかね頼んだけど、写真綺麗に撮ってくれる人と出会ったらすごい嬉しいな。結構みんな親切になんか嫌がらずに、あ、オッケーオッケーみたいな。みんなやっぱ写真慣れてるわ、この現代。写真撮ってて頼むときは基本的に僕ね、若い子に頼むかな。若い女の子とか絶対ね、若い子の方がね写真撮影慣れてるんで、まあお土産購入したいときはこういうところで購入してみたらどうでしょうか。僕はね、観光地価格っていうのがねめちゃくちゃ嫌いなんで、こういうところでは買わんかな。まあなんかみんなこんにちはとか、結構ウェアフロンとか結構フレンドリーに接してくれる感じですね。観光地あるあるですね。呼び込もうと必死な感じが伝わってきますわ。まあ金額的にはちょっと高いけど、別に日本の金額と比べたら安いし、別にいいんちゃうかなっていう感じの感想。だいぶ先まで進んだけど人気が全くなくなったんで引き返す。危ない、治安的に危ない。足場もなんか危ないし。さあ夜景が始まるちょっと手前、夕方6時15分、こんな感じ。この景色を見れただけでも、個人的にはモンステラーテの丘に夕方から夜にかけて来てよかったなと思いましたね。さあ皆さん、日本三大夜景と比べてみてどうでしょうか。眉山と生駒山と、あと1個どこだったかな。一応ここは南米なんでね、皆さんにはね、ぜひ大通りを通って帰ることをお勧めします。はい、どうもご視聴ありがとうございました。人口約770万人、コロンビア最大の人口を誇る首都ボゴタ、標高約2600メートル、天空の首都という異名を持っている首都ボゴタ、さらに南米のアテネと呼ばれているボゴタ、まあ大学とか図書館とかそういうのが多くて文化の中心で、南米のアテネと呼ばれているボゴタはめちゃめちゃおすすめです。ボゴタはほんまにおすすめですね。行くところいっぱいあります。女の子も可愛いです。物価も安いです。もうコロンビア自体おすすめですね。コロンビアの首都ボゴタ、第2の人口を誇るメデジン、観光客がたくさん集まるカルタヘナで、4つ目がサルサのダンスが有名なカリっていう場所があるんですけど、その4つを中心に結構コロンビアは観光地として注目されてますね。すごいおすすめな観光地です。個人的にはラテンの文化をすごいね感じることができる場所ではないでしょうか。で、僕はこれからボゴタをはじめにグアドアス、サレント、カリみたいな感じで移動してコロンビアを楽しもうと思っています。サレントとかグアドアスとかどこなって思うかもしれないですけど、その2つも結構穴場なんですよ。穴場として次から動画でね紹介しようと思ってるんですよね。サレントはなんだろうな、コーヒーが有名な場所かな、簡単に言って。グアドアスはまあ言ったら、魔法の都市、簡単に言ったら魔法の都市として選ばれているような場所です。グルメ面については今回ねあんまりね紹介できなかったんですけど、グルメ面については別の動画でちゃんと用意してるんで、そちらもねよかったらぜひ見てもらえたらと思います。結構ねいい場所紹介してるんで、ここ行ったら間違いないっていう場所を一つの動画にまとめて紹介してるんで、その動画見てもらったらコロンビアの首都ボゴタのグルメは間違いないですね。間違いないですね。2回言ったけどって感じですね。動画ご視聴ありがとうございました。はい、終わりで、こっからまあちょっと余談なんですけど、可愛い女の子ってちょっと連絡先聞いたんですよ。ちょっと連絡先教えてって言って、インスタグラムやってるって言ったらやってないって言われて、じゃあフェイスブックはって言ったらやってないって言われて、こいつ絶対俺と連絡取りたくないやんって思って、でなんでやってないんって聞いたら、いや私 SNS 嫌いやねんみたいな感じでコロンビア人女の子言うてたんですよ。いや絶対やってるやろって言ったら、いややってないみたいな。でもその後に、電話番号だったら持ってるんやけど渡そうかって言われて、ってことはなんか僕のことちょっと気になってるんかなって最後に思いました。SNS やってないって言ってたけど、ちょこちょこ話しているうちにだんだん打ち解けてきて、最後の最後に電話番号持ってるんやけどよかったら電話番号交換するって向こうが言ってきて、最後打ち解けた後にやっぱり僕のことちょっと気になってるんかなって思いましたっていう重要な話です。
次回トマソヤチャンネル。コロンビアの首都ボゴタからバスで約4時間半。決して人気ではないけど少し小さな穴場観光地プエブロパトリモニオっていうコロンビア政府も認めた魅力的な文化遺産都市にも選ばれているそんな都市を動画にしてみたよ。現地住民との絡みにも期待。